盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回のテーマはいらない枝を取る、どんな枝を取るかというその中の僕の個人的な、ランキング、5位から1位みたいないらない枝、たくさんこんなもいらないあんなもいらないっていっぱいあるんですけど、その中で僕がこの5つは取った方がいいんじゃないかっていうそういうお話をさせていただきます。早速ですけど、それがどんな枝かと言いますと、一応そうですね、5位一番その優先度の低い方からいきます。間抜き枝、平行な上下の枝で、真正面の大きい枝で、近すぎる枝、用土の表面に当たる枝、これがこの枝いらないんですが、そのいらないタイミングというのもありまして、ちょっとややこしい言い方ですけど、普段はね、これ今横にサンプル置いてますけども、普段は結構置いとってもええ枝もあるんです。そんなに悪いとか目立たないというか。ただでもいざ針金をかけるとなったら、この枝はまずだいたいそうですね、針金かける前にまずこの辺の枝は取ってからかけ始めてもええぐらい、こういうのはもうちょっと嫌がってもらうぐらいな感じの枝です。でこの優先度の低い間抜き枝がどんなのかちょっとご説明いたします。順番にいきます。でこれなんですけども、間抜き言うてね、ちょっとパッと分かりにくいんですが、大きい門、昔のね日本の、お城の門なんかにその間抜きってその木が鍵代わりについてるんですね。まっすぐな棒が。この木が間抜き枝の木なんですけども、この両旗にね同じ高さから出てるこういう枝、やっぱその枝ってその互い違いの方が盆栽として作りやすくて、この同じとこから同じ高さからこう出てるとね、こうなんかこういう枝は綺麗なんですけど、バーンとなんかね、その手広げただけみたいなが意外とね、これ見てるとあんまり綺麗じゃないんですね。ただこの子優先順位一番低くしてるんですけども、場合によってはこの例えばこれどっちか切るとなったら多分こっちの大きい方切るんですけども、これを切ると木の全体のその派手さはやっぱりちょっと失われるんですね。でも針金かけるとなったらこれを取ってこの辺こう下げてみたいな感じで綺麗になるのは予想できるんですけども、場合によってこれとこれの針金のかけ方でちょっと互い違いな風に見せてどうにか使えんこともないと。だから絶対に取らないといけないっていうレベルではないんですけども、もし針金かけるとなったら、僕のセンスではそうですね、やっぱこれはここで切っちゃいますね。ちょっと次また陣にしたいんで切るとなったらこんな感じで、だったらこれあるとね結構錯覚を起こすんですけど、なけりゃないでねこんな感じでね完成していくんじゃないかなと。でも針金かけてない今だったらこれ置いとっても全然ありなんです。でもこれ取っちゃったからどうしてもこの子も針金かけないといけないことに今しちゃいましたけど、こんな感じで。ただこれもちょっと人のセンス好みによるもんやから、絶対に取らないといけないっていうレベルではないかなと。でもなるべくはあんまり良くない枝ではあると。これだけ切りました。次がこの平行な上下の枝、これも木を持って説明します。よいしょ。これだとこの子とこの子見えますかね。ちょっとアップの映像も撮ってみます。
かりますでしょうか。この枝とこの枝、この今僕が2つ枝持ってるんですけど、この枝上下に平行な枝なんですね。これがまだねこの枝がもうちょっと奥の方だったり手前の方だったりしてずれてたらまだどうにかなるんですけど、同じようなこのライン上の平行な枝、これはもうどっちか取らないとちょっとあんまよろしくないですね。はい、ちょっと待って、これ一応確認しますね。これだとそうだな、これだったらこっちですね。これも今現時点だったらこれ両方ないとちょっと寂しいんですけども、針金かけるとなるとこの枝がねこうやっぱ下がっていくんですよね。こう全部の枝下げていくんですけど、下げていく中でこれとこれだったらまあこっちがいらないかなっていう。で上下の平行な枝ってやっぱこう螺旋状にだんだん盆栽下から上に作っていくんですけど、やっぱ同じ場所にねこう上下あるとね枝がガチャガチャするんですね。でしかもそれにプラス、真上に枝があるとこの下の枝がもうここが茂ってくるともう影になるんで、こっちの枝がもうどんどん悪くなります。だからそういう意味もあって美的にも悪いし、日陰にもなるからもう発育にも悪いから、もうこういうのはもう切っちゃうと。はい、でこんな感じ、これはもう下げていったらちょうどいい、そういう感じですね。はい、お分かりいただけましたかね。でもこれはこれでちょっと置いといて、で次今ランキング4位を言ったんで次3番目、真正面の大きい枝、はい、これがどんなんかと木を前に置いて説明したかったんですけど、ちょうどねこういうのやっぱり本当にいらない枝なんで、うちにもうしばらくいるかもすぐ取っちゃうんです、こんな枝があると。だから家中もいろんな木探したんですけどこれなかったですね。もう畑で育ててる中でももうこういうのがあったらもう即座に取るんで、だからランキング3位ぐらいになってきたんで、本当にこういうのはもうすぐ取るもんやからないっていうんで、それごめんなさいなんですけども、普通の真正面に枝がない盆栽をちょっと例に挙げてみましょうかね。これで今普通に盆栽として程よくなってるんですけど、これにやっぱ真正面ってね幹をしっかり見ないといけないんで、見ないといけないというか、そこが見えた方が木がよりよく見えるというか、木の売りをここに枝があって隠すようになるんですが、こういうとこにボコッと前に例えばこれぐらいまでにあったらかなり圧迫感もあるし大事なとこも見えないしと。で大体ねこれはどの木もそうなんですけど、横から見ると結構この辺なんだろう、あんまりこう飛び出してないというか割と平らな感じ、てっぺんはちょっとずつこう前にかぶっていく感じの盆栽は多いんですけど、あんまり前にはせり出してないですね。後ろにはこう結構どの子も長い子おるんですけど、前にはなかなかせり出してないと。やっぱ前にせり出してくると本当圧迫感とねこの大事なとこが紛れてしまって見えなくなるっていうんで、はい、そういう枝はもう優先的に取りましょうと。大体この辺あたりにね長い枝があったらもうそれは取りましょうというお話です。はい、モデルがなくてごめんなさいなんですけど、はい、じゃあ次2番目、近すぎる枝、はい、これはモデルがあるんで、はい、出します。これだと近すぎる枝はこことここなんですけど、この木でいうと同じような場所から同じような太さの枝が出てる。さっきの平行な上下の枝よりさらにその要素も持ってます。平行な上下の枝も要素を持った上にさらに近いっていう、もうダブルでよくないです。もうこんなのあとすぐ取りますね。ちょっとアップで取ってみます。
ちょっと失礼して、上下の平行な枝、これとこれ、これとこれ、上下の平行な枝じゃない、上下の平行な上に近すぎる枝、これは近すぎる枝ですね。はい、太い同じような太さの枝が近すぎる枝です。これとこれ、はい、お分かりいただけましたかね。だいたい他の枝はね距離があるんですけども、でこういうの取るときはどっちを取ったらいいか悩むとこではあります。どっちかは取らないかんけど、どっち取るか結構難しいですね。これプロでも難しいです。ただ上に、そういう時は他の枝とのバランスなんですけど、すぐ上にね降りてきたらそこを埋めるような子がおるんで、この木の場合はこっちですね、ポンと。これ意外とやっぱランキング僕が個人的に2位につけてるぐらいなんで、やっぱなくてもあんまり減った感がないというか、切ったからすごい寂しくなったなっていうのがないんですね。それだけこの枝が必要なかったということなんですけども、はい、ここについてたのがこう取れた。もうちょっとこれ針金下げればもう簡単にいい感じになります。はい、これが近すぎる枝ということで、最後がこの用土の表面に当たる枝、はい、これはあるんはあるんですけども、そういうのがちょっともうそれもあればすぐ切るような、もうランキング1位に僕はつけてるぐらいなんで、もうこれベタっとついてたんですけどもう切っちゃってます。はい、そのうち陣にするか、この上の方の針金の下げる時の相手役にするというかね、針金をこことここつなげてね、それに使おうかなっていうぐらいで、やっぱ盆栽きれいに見せるために、自然のもんなんでね、盆栽もあんまり地面にへばつく枝っていうのは自然界でもありえん話なんで、見た目にももう悪いんですけども、もういろんな意味でそれはもうありえんだろう、よくないだろうっていう、そういう枝にはなりますね。わかりますでしょうか。ここね、結構大きいのさらにもっと鉢にぶつかりながらここについてたんですけど、植え付け角度が変わったからこれが当たるようになったっていうのがあるんですけどね。で針金かけるとなったらやっぱちょっと下げるような作業になるんです。基本上げて作るっていうのないんで、もうここについててさらに下げるってもうありえんので、やっぱりもう本当にいろんな意味でこれはもう使えないです。もう表面に当たるとか、もうめちゃくちゃ近い枝はもうあればすぐ取りましょう。置いとったとしてもこういう陣にする、飾りにするか、作業の中の要素としてここに針金をくくりつけて枝を下げるためのものにするかとか、もうそれぐらいの利用価値にしかならないですね。はい、だからこっちの方がどーっと下がっていって、この鉢から下に行くワインです。この鉢とか用土に近いのが良くないです。すごい低いところの枝っていう時点ではこういうとこからダラーンといくような盆栽もあるんでね、だから低い枝っていうんではええんですけど、当たる枝が良くないと。はい、だいたい僕が個人的に選んだこれが針金の掛けの時には取った方がいいですよという枝のランキングだったんですけども、はい、ちょっと難しい、いっぱい言ったんですけど、これ覚えとっていただいたら、そうですね、盆栽の作業の中で一番枝抜きが難しいんですけど、それの参考になるかなと思います。はい、では今日は以上でした。盆栽からさない塾高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一でした。チャンネル登録よろしくお願いします。